ゲームって時間が解けるくらい楽しいのだ。ふふ。でも今日のテーマは単なるゲームの話で終わらないわよ。ここはアンと簡単な九段のツンメタンの解説コーナーなのだ。今日は科学の歌から積み木の丘の子供たちの歌詞を解説するわ。プログラミング言語スクラッチの裏にある深い思想がわかるから最後まで見逃さないでね。ここは不思議な数学の国、角度も論理も僕らの道具、亀の背に乗り、ドム難問。亀の背に乗りってもしかして竜宮城にでも行くのだ？違うわよ。これはシーモア・パパートという人が作ったロゴっていうプログラミング言語のタートルグラフィックスのことね。画面上の亀に命令して図形を描くのよ。ゲームに気づくパパートとスクラッチの思想。そう。ここは数理が支配する神聖なるイデア。我らはロジカルタートルを御して英知のギザ橋を組み上げるのよ。たった一つの礎から始まり、やがて天をもうがつはるかなる高みへと至るために。またメタンの中二病妄想が爆発してるのだ。ややこしくなるから元の流れに戻すのだ。古本パパートは子供たちが困難な課題に楽しく取り組んでいる時こそ最も成長できると考えていたの。歌詞にある真剣に遊べ、作って学べってそういうことなのだ。その通りよ。ここで重要なのはパパートの低い床、高い天井、広い壁という思想よ。初心者でも簡単に入り込めて、極めればどこまでも高度なことができ、いろんな興味を受け入れる。そしてこの考え方はスクラッチにも受け継がれているの。スクラッチってブロックを組み合わせてゲームやアニメが作れるやつだよね。そう。スクラッチを作ったミッチェル・レズニックはパパートの弟子なのよ。そこでは 4P が大切にされているわ。情熱を持って仲間とプロジェクトを遊びながら作る。この4つの要素も歌詞のあちこちに隠れているから探してみてね。それにしても天使の国のお話なのにいじるとか転ぶとか体を使った言葉がたくさん出てくるのだ。いじり回していつしか夢中、手の中で回す無限のパズル。積み木の丘をかける子供たち、転んでも落ち着いて深呼吸。良いところに気がついたわね。設計者たちは子供たちが自分自身の体を投影できるような電子の世界を作ろうとしたの。だから積み木やブロックみたいな物理的な比喩がたくさん現れるのよ。電子の国の設計者たちが大切にしている手触り感。数学やプログラムみたいな難しいものも積み木みたいに手に取って遊べるってことなのだ。その通りよ。外で走り回る昔ながらの遊びの代わりにはならないけれど、遠く離れた仲間と一緒に遊べるような新しい良さもあるわ。どちらも素晴らしい遊びなのよ。間違えたのは失敗じゃない、新しいことを学ぶチャンス。レズニックたちは失敗から学ぶことをとても重要視していたのよ。その経験がやがて大きな困難に立ち向かう力になるからね。だからこの歌詞を聞いているとなんだか元気いっぱいになってどんどん挑戦したくなるのだ。ふふ、誠に良い傾向ね。でもこの考え方はコンピュータの世界だけの話じゃないのよ。え、どういうことなのだ？実はね、この曲のタイトルはある有名な児童文学の題名をもじっているの。お話の中には子供たちがさくらんぼを売ってお小遣いを稼いだり、赤ちゃんの世話を買って出たんだけど、うっかり目を離した隙に赤ちゃんが靴積みで真っ黒になってしまうエピソードが出てくるの。それってまさに仲間とのプロジェクトとその中での失敗の経験なのだ。ええ、根底にあるのは子供たちが自分でやると決めたことへの信頼と挑戦への応援よ。まるで保育士さんたちが子供たちを見守るような温かい眼差しね。幼児教育の専門家たちと共有する深い子供たちへの信頼。パパートやレズニックも自分たちがそうやって信頼を受けて成長してきたことに感謝してこの素晴らしい思想を作り上げたのかもしれないわね。今日のまとめなのだ。スクラッチなどのプログラミングには真剣に遊べ、作って学べという
パパートたちの深い思想が息づいているのだ。抽象的なものを手に取って遊べる手触り感を大切にし、子供たちへの深い信頼と応援が根底にあるということね。ゲームで遊ぶことが生きる力になって、現実の誰も知らない山へ登るのに役に立つとしたら、電子の国の設計者はとっても喜ぶでしょうね。今日の動画はここまでなのだ。曲名の元ネタになった児童文学が何なのか分かった人はぜひコメント欄で教えてほしいのだ。科学の歌は科学の世界で自由に楽しむまだ終わらない遊びの途中よ。あなたが情熱を持ってこんなもの作ったよというお話があればコメントで待ってるわ。その想像の記録が、いつか世界を書き換える新たなコードになるかもしれないわね。チャンネル登録と高評価もよろしくなのだ。次の曲にもゲームが出てくるんだけど、今度は恐ろしいデスゲームよ。雰囲気変わりすぎなのだ。ゲームの果てにある救いとは？お楽しみに。また次の動画で会おうなのだ。バイバイ。